次はね、このエンジンルームをバラしていきます。
はい、下回りある程度外したので、ちょっと見ていきましょう。バックパネルは、以前お見せした通り、サビが表面上にあるくらいで、軽く研いでサビ止めすれば大丈夫だと思いますね。スペアタイヤのところは特に問題なさげです。はい、右側のフロア。こっちはね、以前お伝えした通り、フレーム、大きな穴開いちゃってますね。後ろ側と前側、2箇所。フロー自体はそこまでね、悪くなさげな感じですかね。ただね、フレームの横際、ちょっと穴開いちゃったんで、ここはちょっと多めに切り取って板を作りましょう。はい、で右側はここ、パレルとのつなぎ目、境目、もうちょっとね穴が開いてしまっていたので、このパネルを作っていきましょう。はい、左側です。こちらのフレームはね、良さげかな。こういうところは来ちゃってるので、でここかな、こういうねフレームの接続された部分が穴開いちゃってるので、この辺もねこうやってちょっと大きめに切り取って板を作りましょうかね。でこのフレーム自体は新品パネルが頼んであるので、これを貼り替える予定です。そこまでね程度が悪くなさげで良かったです。今度はポロポロ剥がれますね。でミッションはまだ乗っかってるんですが、ちょっと重いので後で下ろします。で前側、この辺もサビが、前の右側かな、サビがありますが、そんなでもなさげ。もうね結構朽ちちゃう車が多いんですけど、一応鉄板残ってるし、ちょっと板金してきれいにすればそんな悪くないかな。はい、で左側のタイヤハウス、ここかな。ここは多分1枚目がやられて2枚目いかずに止まってるからなんで、ここも切り取ってパネルを作っていきます。ちょっとここもね気になるけど、サビ止めでいけるかな。一回見てみて。この辺とかもサビが多いですが、そこまで悪くないでしょう。はい、で次回はこのミッションを下ろしたり、燃料配管、ブレーキ配管を取ったりして、下回りを完璧になくしてしまいましょう。そしたら次の作業をどうするか考えますかね。